RTX4000 シリーズでの DLSS4.5 の影響。こんにちは、もちの京子です。今回は最近 NVIDIA からアナウンスがあった DLSS4.5 について実際の動作を以前のものと比較していきます。仕様や技術に関する説明は今回は省略して実際の動作がどうなっているかに焦点を当ててみていきます。まず最初にゲーム内蔵の DLSS と 4.5 で上書きした DLSS を静止画で比較してみます。右側の 4.5 の方が少し輪郭がくっきりしているように見える気がします。顔や髪の毛の質感、本の文字、セーターの刺繍などが割と差が出ている気がします。この2つの絵は DLSS オーバーライド以外は全く同じ設定なので DLSS4.5 による変更と見ていいかなと思います。次はこちらのシーンです。中心位置や時間経過による影の条件などが違っているので少し比較しづらいですが、例えばこの岩の雰囲気や奥のこの木の輪郭やあとは少し影になってしまって分かりにくいですが、この橋の輪郭も少し違うように見える気がします。感覚的な言葉で言えば少し高精細なテクスチャを貼り付けたような感じと言えるでしょうか。木と橋を切り出して拡大するとこのような感じです。木はやはり輪郭に差があるように見えます。橋は路面の木目の細かさに差があるかもしれません。もしかしたら細かいところは YouTube アップロードで見え方が変わってしまう恐れがあるので、元画像のリンク先を概要欄に載せておきます。ちなみに DLSS4.0 の時のプリセット系と比較するとこのような感じです。やはり少しくっきりするようになったかなという印象があります。3つ並べるとこのような感じです。右に行くにつれてくっきりしていくような印象も受けますが、差が薄まってしまってあまりよくわからなくなってしまったかもしれません。では次にフレームレートや VRAM 使用量について見ていきます。今更ながら今回の環境はこちらです。RTX4060 を使用しています。また今回はファイナルファンタジー14で試しています。 DLSS 対応ゲームとしては最新のものではありません。まずフレームレートの計測結果です。ご覧の通り結構な差がつきました。こちらは設定としてフル HD、画質最高品質、スムーズモーションありとしてアルテマウェポン破壊作戦を制限解除でコンテンツ開始から終了まで測定したものです。本来はオフィシャルベンチマークで測定したいのですが、どうもスムーズモーションをうまく扱えないようなので、少し操作するだけで10分ほどの値が取れるこちらを疑似ベンチマークとして使用しました。この区間の平均フレームレートはこちらの通りなので、デフォルト設定を1とすると 4.0 プリセット K は 91%、4.5 プリセット M は 66% となりました。4.5 プリセット M は特に大きな差がついたので、この差に見合う画質向上になっているかによって使用するかどうかを判断することになりそうです。なお NVIDIA はプリセット M はパフォーマンスモードでの使用に最適化されていると謳っているので、パフォーマンスモードに設定するとこの辺りのバランスが改善するのかもしれません。その辺りも含めて設定変更をしながら使い込んでいって良い設定がないか探っていきたいと思います。あとは念のため繰り返しますが、DLSS4.0 に対応した最新のゲームでは違った傾向の結果になる可能性もあります。PC の環境やその他細かい設定なども含めて何が影響するか現時点ではあまりわからないので、
あくまで結果の一例として見ていただければと思います。ちなみに先ほどと同じ条件下で VRAM 使用量も測定してみましたが、結果はこのように大きな差はないようでした。デフォルトよりプリセット K の方が少し VRAM 使用量が少ないので、もしかするとその時の OS の状態などによって多少は上下するのかもしれません。少なくともフレームレートのようにはっきりとした大きな差があるということではないようです。ということで今回は DLSS4.5 が現状で実ゲームにどのように作用するのかを見てきました。今回の結果ではただ適用するだけで大きなメリットがあると言い切れない感じでしたので、より良い使い方を模索していきたいと思います。もっといい設定や実際に使用してみた感想など、どんなことでもコメントいただけると嬉しいです。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。